皆さんこんにちは。日経平均4万円目前となりましたけれども、個別銘柄で投資されている方は、思ったよりも持ち株の上昇率が芳しくないという方もいらっしゃるかと思います。そんな方にはぜひ今回の動画ご覧いただきたいんですけれども、先週の動画で少し予告していました通り、中型株における需給分析、新ユニバースと新データということで、当チャンネルでは従来より小型株の需給分析を行ってきましたが、今回はその分析を派生させて、一応当チャンネルの企画の中で明確に区分できるように中型株と銘打っていますけれども、具体的にはトピックスに組み入れられている中小型株という新しいユニバースですね。これを対象として新データとともにご紹介したいと思います。またその上で新しいデータを用いることになりますので、需給が逼迫する銘柄、これを探るためには、まずは直近うまくいっているような銘柄を探してきてデータを見ていく。そしてデータの特徴を捉えて、今後需給が逼迫していて株価が上がってきそうな銘柄というのを探していく分析の方法というのをご一緒に考えていただければ幸いです。ぜひ今回も最後までお付き合いください。まずこちらは当チャンネルで従前より行っている小型株需給の分析。需給が逼迫するロジックのご説明に用いているイメージ図ですけれども、多くの方が何度もご覧いただいているかと思いますので、まだご覧いただいていない方は、以前の小型株需給分析の動画をぜひ概要欄のリンクより先にご覧いただければと思います。従来は左下信用買いを行っている主に個人投資家から右側ヘッジファンドに空売り用の株券が流れていると、そういった前提でユニバースとしてスタンダードあるいはグロースの市場に上場している銘柄を対象として分析しておりました。ただ今回新たに始める新しいユニバース分析対象となるのはこちら。ETF や投資信託、年金運用などで用いられる代表的な指数トピックス。こちらに組み入れられているような銘柄、つまりプライム上場の銘柄ですね。さすがに上位銘柄、トヨタ自動車やソニーグループといったような銘柄の需給が逼迫するということはあまり想定されませんが、トピックス組み入れのプライム上場銘柄とはいえピンキリありまして、その中で流通時価総額の小さいもの、具体的には時価総額1000億円程度を境として約1100銘柄、今回は対象としております。これがまず今回の一つ目、新たなユニバースについてのご説明です。それでは今度は新たなデータというのは何なのか。それは今登場しました株券の貸し手となる現物保有のファンドたちですね。こちらのトピックスに連動することを目的としているファンドたち。今トピックスと言いますと2000銘柄以上ありますので、それぞれの銘柄でかなり株券を保有しているわけですが、例えばファンド規模が数千億円あるいは1兆円2兆円となってくると、多くの株券をただ持っているだけではもったいない。とはいえトピックス連動をするための運用ですので、ドンパチと株券を売ったり買ったりするわけにもいかないと。そうなると稼ぐ方法として考えられる手段は先ほどの空売り需要に応じた証券会社に対する貸し出しですね。どうせ売ることもない、ただ持っているだけなのであれば、借りたいと言っているものがいる銘柄は貸し付けていった方が、その分貸している間手数料という収益が得られるわけです。ただポイントとなってくるのは全ての株券を貸し出すわけにはいきません。いくらファンドの運用規模が数千億円以上になっているとしても、それぞれの銘柄で貸し出せるのはご覧いただいているようなイメージ図通りの割合、つまり4分の3、75%、あるいは頑張っても 80% 程度で少なくとも 20% 程度の株券は手元に残している状態でなければいけません。別にそういう法律があるというわけではないんですけれども、それぞれのファンドの裏側には、あまたの受益者、例えば年金ファンドであれば、それぞれの積み立てている個人がいるわけですね。その中で、それぞれのファンドの受益者の中で、売却を行いたい、つまり現金化したいと思うようなタイミングというのはまちまちですので、いつファンドから資金が流出する申し込みがあったとしても対応できるように手元に少なくとも 20% の株券を残しておく必要があるわけですね。その他の理由としましては、コーポレートアクションがあった時、ちまちまと戻してほしいと証券会社に依頼するのはめんどくさいと、そんなこともありますが、
基本的に小型株需給分析の時と違って、現物保有のファンドというのは大きな資産を運用している大手の資産運用会社、アセットマネジメント、そういったところが中心ですので、証券会社もヘッジファンドに忖度するのと同時に、貸し手となるこちら側にもある程度忖度しなければいけない。つまり返せと言われたら返さなければいけませんし、この貸し出し取引の見合いとなる手数料ですね。これが最近少ないので、取引を一旦差し戻して再度契約し直す。そんな貸し手からの要望も対応しなければいけない。そういった両者の力関係になっております。さて話を戻しまして、新たなデータというのは何を使うのかと言いますと、この現物保有から貸し出されているそれぞれの株券の貸し出し比率ですね。これが一つ目。そしてもう一つが貸し出しの見合いとなる手数料、貸借料率。年間何%でそれぞれの株券貸しますよという取引ですね。例えば需給が逼迫しているような銘柄だと貸し出しの比率は上限1杯、つまり 70% を超えてくるような比率で、貸借料率に関しては年率 15% を 20% あるいはそれ以上といったようなデータになってくるわけです。それでは中型株の需給分析、具体的な銘柄をご覧いただきますと、こちら分析しているデータは、まずは小型株の時と同じように空売りと信用売買の半年間の推移ですね。このトレンドと直近の状態というのを流通株に対する比率で示したもの。ご覧いただいている表は売りのサイドで直近の比率が非常に高くなっているもので並べ替えを行っています。購買が正の数になっているものは半年間近似直線を引いた時に拡大傾向にあるもの。そして近似値というのは直近の近似直線上の比率となりますので、直近の比率と差が大きいものに関しては足元で非常に大きな空売りあるいは信用売買の積み上がりがあったという見方になります。そして小型株分析の時と違うのは一番右側の2列ですね。先ほどご説明した新たなデータ、貸し出し比率と貸借料率、これをそれぞれご覧いただいていますが、そうすると新たなデータからご覧いただきますと、上から3番目の桜インターネット、こちらの貸借料率が非常に大きな数字になっています。そもそも今回の中型株需給分析の企画を始めたきっかけとなったのがこちらの銘柄です。そんなに小さな銘柄でもない一番左トピックスの時価総額順位500番台ということで、どちらかというと上位のもはや大型株に属するような銘柄ですが、皆さんもご存知の通り株価の急騰があったということでこの順位まで上げてきたという側面もあります。またその2つ下から2銘柄、つぶらやフィールズホールディングスやダブルスコープといったかつて話題になった銘柄も入っていますね。さらにはちょうど真ん中クラブなんかも非常に話題の銘柄です。また売りのサイドの直近比率は 25% 以上という縛りにしていますけれども、こちら小型株需給の分析の時は 50% あるいは 60% といった縛りで行っております。トピックス組入れの銘柄ですと、やはり中型株と表現していますように、そこまで小型株のような大きな比率にはならない。一番大きくても 47% ですので、このあたりの比率の調整というのはまず一つ重要になってくるポイントかと思います。また右から2番目の貸し出し比率というのは一律緑色になっていまして、ほとんど上限いっぱい貸し出しているというような7割近い比率の銘柄が多くを占めています。さてこれらのデータを使えば今回の需給分析もすんなりと踏み上げしてくれる銘柄というのが発掘されるんではないかとおそらく期待されている方もいらっしゃるかもしれませんが、そこまで簡単にすんなりとはいかないというのがこちら。貸借料率のところで最も大きな数字になっているのがセルソースという銘柄です。実に年率 23% の料率となっていますけれども、これはあまり株価上がってない銘柄なんですね。需給逼迫しているのになんで上がってないかというのも過去の推移からトレンド、後ほどご覧いただいて一緒に探っていただければと思います。ちなみに余談ですが貸し出し比率が0になっている銘柄が2つありますけれども、例えば TOB がかかっているようなシミックホールディングスのような銘柄ですと、これからトピックスから抜ける銘柄になりますので、貸し出せないと、すでに返却を受けているというような銘柄も含まれています。しかし TOB がかかっている銘柄というのは、大体が買取価格に張り付くということで、上方向にはそこまで心配しなくていい。一方で、日常的には多少下振れ方向には動きますし、なんなら TOB がうまくいかなかった時には、
大きく下がってくれるということで、結構安心して空売りのポジションを構築できるような技術的な案件というのが非常に多いです。それが特徴的に上がっているのがシミックホールディングス。購買マイナス7となっていますので、そんなに半年間空売りというのは膨らんでいない。むしろ急激にしぼんできていたのが足元で爆発的に増えている。おそらく TOB が決まったところから増えてきているということです。それでは先ほどのリストで桜インターネットという銘柄が今回分析のきっかけになったということですので、今度は貸し出し料率の高い銘柄順に並べたリストをご覧いただきたいと思います。その中で空売り比率の高い銘柄というのを中心に引っ張っていければと思うわけですが、リスト上位は上から順番にセルソース、スノーピーク、桜インターネットと並んでいます。2番目のスノーピークもちょうど今余談で申し上げました買収がかかっている銘柄ですね。また直近大きく株価が動いた銘柄としては、桜インターネットの他には5番目に霞ヶ関キャピタルなども入っています。ですのでこのあたりの銘柄を中心に何かデータ的な特徴がないかというのを探っていきたいと思います。それではまずは桜インターネットの株価推移から半年間ご覧いただいていますけれども、11月までは1000円台だった株価が今や7000円を超える約5倍となっている銘柄ですけれども、大きく動き出したポイントというのを3つ挙げますと、まずは12月の頭、そして1月中旬にかかる頃ですね。そして足元にかけてもかなり上がっていますけれども、3回目に大きく上がったのは2月の中旬頃からということで、この3つのポイントというのを覚えていていただきたいと思います。そして貸し出し比率と両率の推移というのをご覧いただきますと、こちら青の棒グラフが左軸貸し出し株数100万株単位と、黒の線グラフが貸し出し両率右軸のパーセント単位となっています。横軸は半年間の日付ですけれども、営業日ベースに直したり、縦軸の単位グラフの細部を詰めるのを忘れてしまい非常に恐縮です。今回はご容赦いただいて、先ほど株価の推移ご覧いただいて、動き始めたタイミング3つのポイントですね。12月の頭、1月の中旬に入る頃、そして2月の中頃ですね。この3つのポイントで株価吹き上げているわけですが、それぞれのポイントに入る前に貸し出し両率黒の線グラフですね。動き出した瞬間というのも多少上がったりはしていますが、その間のところで事前に両率の方が上がっているというのがお分かりいただけると思います。この特徴がまずは株価吹き上げを事前に予想するデータを見ていく要素として使えるのではないかと考えられるわけですね。一方で今度の銘柄セルソースに関しては桜インターネットをしのぐ高い両率年率 20% 以上ではありますが、株価の推移ご覧いただきますと、ご覧のように右肩下がりが続いています。またこちら12月からトピックスに入った銘柄ですので、今グラフ上でちょうど真ん中点線で指し示されていますポイント。ここから以降の貸し出しデータとなりますが、株価推移としては足元のところで少し上向いてきたかなという変化ですね。それでは先ほどと同様に貸し出し株数と両率というのをご覧いただきますと、こちら12月以降のデータですけれども、もう当初トピックスに組み入れられた段階からほぼ上限いっぱいまで貸し出されている状況です。そして黒の線グラフ両率に関しても最初から高い水準で推移していまして、とはいえ足元のところまでずっと横ばいですね。20% 以上ではありますが、増加している傾向は見られない。これはどういうことが考えられるかと言いますと、両率が高い水準にあり、貸し出し株数、またはその比率が上限いっぱいまで張り付いていたとしても、先ほどご覧いただいた株価推移が右肩下がり、つまり空売りしているものにとっては利益が出ている状態ですので、高い両率を払ってもそれを補ってあまりある利益が得られているというわけです。例えばこちら年率 23% ですが、1日あたりに直すと 0.1% にも満たない 0.06 から 7% 程度となりますので、先ほど株価の推移ご覧いただいたように半年で 37% も下がっているのであれば、かなり美味しい銘柄ということになります。ということでご覧のように足元の水準、貸し出しの比率や両率がいくら高い水準にあるからといっても、過去の推移を見て判断しなければならないということですね。過去データの考察、最後に霞ヶ関キャピタルご覧いただきますと、こちらの銘柄も同様に12月以降の組み入れとなりましたが、セルソースとは違って右肩上がりに上昇しています。
そして貸し出しの株数や両率をご覧いただきますと、こちら。右半分に関してはセルソースと同じように上限いっぱいの貸し出し株数、そして 10% の両率で張り付いているということで、おそらく霞ヶ関キャピタルに関しては2月以降はこのままではうまく取れない。何らか別のデータの特徴を見つけなければいけない状況ではありますが、1月以前のところをご覧いただきますと、貸し出しの株数というのが徐々に増えていっている。そして両率に関しても少しずつ上がっていっているという特徴は見受けられます。ですので最初にご紹介した桜インターネットの特徴であったり、こちら霞ヶ関キャピタルの前半のところ、こういった特徴で今回の分析企画ですね、初回ですので、まずはそのあたりの整合性を実証確認していきたいと思います。ということで先ほどご覧いただいていた貸借両率の高い順にリストアップしたものですけれども、この中でこれから両率が高くなってきそうな銘柄、そして貸し出しの比率が非常に大きくなっているものというのを中心に選び、さらに従来の小型株分析と同様に空売りの比率というのが直近高くなっているものを上から順番に探していくと、こちらの3銘柄ですね。大阪チタニウムテクノロジーズ、エニーカラー、オープンドア、これが3条件それぞれ揃っていそうだということで、今後の動きを確認していきたいと思います。とはいえ小型株の時と違って、カモラレが実際に買っていくという段階ではなく、分析手法の確立というのを目的としてウォッチしていきたいという段階ですので、そのあたりはくれぐれもご覧いただいている皆さんにご了承いただきたいところです。つまりピックアップはしていますが、上がってこない可能性も高い。まだ触るな危険という段階の分析となっております。別に上場している銘柄ですので、売買する分には自由ですが、怒らないでくださいねという程度なんですけれども、まずは大阪チタニウムテクノロジーズ、あまり株価としてはいい推移はしてないと。半年間で 17% のマイナス。年明け前は2900円から3300円のレンジを急ピッチで行き来しているような感じ。そして年末年明け以降はレンジを切り下げて2600円から2800円を行き来しているような感じです。そしてこちらの銘柄の貸し出し状況というのをご覧いただきますと、年末以降は上限いっぱいに張り付いていて、こちらに関しては両率の方のデータがどれくらいワークするか見たいということでピックアップしております。元々の水準としては 1% 切るような水準感でしたが、足元で 5% 以上まで上がってきている。今後ここが上がってくるようであれば、株価の上昇というのも期待できるのかなという検証を行いたい。そのための銘柄に今回選ばせていただきます。そして2番目、エニーカラーに関しては戻してきていたんですけれども、なんかよくわからない VTuber が抜けたのをきっかけとして再び株価が崩れている状況です。そしてこちらの銘柄を今回選んでいる理由としましては、貸し出し状況をご覧いただきますと、大阪チタニウムテクノロジーズとは違って、貸し出し両率に関しては黒の線グラフですね。上がったり下がったりしていますけれども、5% から 7.5% で推移をしている。一方で、貸し出しの株数に関しては爆発的に増えています。このあたりの変化が今後株価に影響してくるのかなという確認をしたいわけですが、実はこちらの銘柄先日動画でご紹介したんですけれども、1月末ですかね、トピックス自体の組入れ株数というのが確か3倍増ぐらいまで増えていましたので、結局はですね、トピックスに組み入れられる株数というのが増えると、それに応じて現物保有のファンドというのも3倍に増やしますので、自動的に貸し出せる株数の上限が上がったという状況になっているわけですね。そういった意味では貸し出し株数の絶対値というのが使えるのか、もしくは保有株数に対する貸し出し比率の方が使うべきなのかという判断もこちらの銘柄で確認していきたいと思います。そして最後、オープンドアという銘柄ですね。こちらも株価推移あまり芳しくないんですけれども、半年間の騰落率は先ほどのセルソースと同じように 35% とかなり下がっています。そしてこちらの銘柄の貸し出し状況がご覧の通りセルソースと同じように両率としては 5% 以上でそれなりに高い手数料は必要とするんですけれども、それを補ってあまりある空売りポジションの利益が得られるということですね。こちらの銘柄も上限いっぱいまで貸し出し数量は張り付いていますし、両率はセルソースの
4分の1程度ですが、ともに高水準ということで、オープンドアとセルソースを今後の推移比較して、どちらが早く買い戻しに動いてくるか、株価が反転するのかというのも今後確認していきたいポイントです。おそらく貸し出し数量であったり、両率というのが下がってくるという動きになってくるかと思います。必ずしもこの2つの新しいデータというのがトレンドとして上がっていたり、高い水準にいなければいけないわけではないというような新たなパターンというのを探っていくための銘柄ということで、まだ分析の形として固まってはいませんが、今後も皆さんと一緒にこちら中型株需給分析というのを盛り上げていきたいと思いますので、面白そうだなとぜひこれからもご覧いただける方はよろしければ高評価、チャンネル登録していただいて見守っていただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。